あ、そっち？なんで右の方がライト、こっちの照らす方がライト。あれ同じHey guys and girls on Ask Japanese, this is Cathy Cat. We often get asked why Japanese people cannot distinguish between L and R. And if they can do that, we're gonna go and find out if that is true, and we're gonna go and Ask Japanese. 2つの言葉があるんですけど、そこの意味私に教えてください。英語は苦手です。全然できない。じゃあまず単語その1、じゃじゃん。Light。ライチ？ Light。ライト。二通りあるよね。明るい。あ、そっち？なんでR か L かによらん？ Light。右。Light。それが俺は右だと思いましたね。それライト、照らす方のやつだと思いました。Light。ライチ？ Light。果物のライチしか思いつかない。Light。ライチかライトみたいな感じだけど、でもライチに聞こえる。Light。ライト？ライト。Light。光？ Light。どういう意味なんでしょう？明かり？照明？このスポットライトとかのライト。Right。それは明かりですかね。右だと右だと思いました。Right。もう一回お願いします。 Right。そっちが光じゃないの？明るいみたいな。待って。L の方だと思う、こっちが。ライト。もう一回お願いします。 Right。いや、こっちが多分明かりとかそういう系で。光。マジわかんない。じゃあ右でいいわ。反反対。面白い。じゃあもう一回 Light and Right。あ、なんかもうどっちにも聞こえてきちゃう。 Right。ライト？軽い。右とか。あ、どっちのライト？ L、R？ じゃあさっきのが L で今が R じゃない？じゃあ右？右はピンポンです。さっきが軽い明かりとか。そうです。Right。そっちが R？RIGHT。右？じゃあ次は Right。右側権利の方がそっちか。自信は何%ですか？結構あります。2回目に言ってくれた方が R だったと思う。おー、ピンポンピンポン。2人一番早い。本当ですか？はい。やりましたね。全然迷わないでやりましたね。なんでそんなに聞き取れたんでしょう？なんか英語喋れるもんね。ちちょっとだけ喋れる。なんかどこかに海外行ったこととかあるんですか？いや、全然。ただラッシュで働いててちょっと喋れるようになりました。商品説明とか全部英語でやってたみたい。その海外から来てるお客さんが多かったってことですか？そうですね、結構多かったです。なんかトレーニングとかあったんですか？お店の方から英語喋ってくださいとかあったんですか？強制とかはなかったんですけど、なんかあんまり私がいたショップに喋れる方があんまりいなかったんですよ。なんでやっぱ喋れた方がいいかなっていうのと、独学でなんか不安じゃないですか。知らない土地に来て知らない言語でなんか交わされたりすると不安だから、私だったら自分の分かる範囲の言語でやり取りさせてもらった方が絶対いいなって思って。いいですね。じゃあどうやって覚えたんですか？その時は。でも結構洋楽聴くの好きだったんですよ。だからそういうのを聞いて耳を鳴らして、あとはもう本当に調べて、こうやって言うんだなとか、ニキビって英語でこう言うんだみたいな調べて覚えるって感じです。興味があるものがあったんですね、音楽とか。そうですね。それでもっともしかして耳に入りやすかったかもしれないですね。それが大きかったと思います。本当に L と R はなんで聞き分けにくいんですかね？日本語にないからじゃないかな。そういうだと思います。ラリルレロって日本人発音しやすいけど、多分そんなみんな意識してそんな聞いてないんじゃないかなっていう。なんか巻き舌とかあんまないですもんね。日本語でそんななんかルルってあんまりないじゃないですか。フランス語とかって巻き舌とかあるけどないし、多分そこかな。馴染みがないから聞き取りにくいんだと思います。じゃあ2人にもちょっと聞いてもらいたいんだけど、ライトとライト言ってくれますか？まずスタート。ライト、ライト。どうですか？ライトとライト。
内側に入る。でもうまくできる。アメリカ方式とイギリス方式みたいなのやりませんでした？どっちがどっちか忘れたけど、なんか舌をこうやる人とこうやる人がいるみたいな。私こうやる人です。どっちが当たりでしょう？じゃ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 んじゃじゃーん。やっぱ聞き取れるの難しいですか？難しいっすね。じゃあ、どういったところが一番難しいんですか？なんか巻き舌になるようなところとかがよくどっちがどっちなのかがわからないですね。巻き舌よくでもじゃあ口の中の形分かってる？いや聞いててなんかそんな感じかなっていうの時が発音がわかんないですね。自分がそれができないんで。じゃあ自分でも分かったんですけど、なんででしょライトって自分の発してる発音と同じだったんで、それに似てた方がライトどっちのライトかみたいなので当てはめてたらなんか当たってたみたいな感じですね。う？ Right and light の発音自分でやってみてください。右の方がライト、こっちの照らす方がライト。あれ同じ同じやってみてください。右の方は？じゃあライト、で照らす光は？ライト。結構似てきたんですね。違いが微妙にわからないんで同じ感じですね。じゃ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 かじゃ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 じゃーん。なんでそれだと思ったんですかL？いや本当にどっちってなっちゃったでも。勘じゃない。勘なのかな。英語のクラスの中では英語の先生が発音が日本人だったんですかね。日本人の先生の英語の発音は良かったですか？良かったと思います。なんかテストとかで CD プレイヤーが壊れててできなかった時に先生がやってくれた時、外人並みでちょっと分かんなかったです難しかった。外国の人もいましたし、担任の先生が英語の先生だったんで、その英語の先生がもしかして今喜んでるよーしやったぜーってL と R の発音日本人にとっても難しいって聞いたので、ちょっと実際に聞いてみましたんですけど、やっぱ L と R と個人的にどういったところが難しいんですか？日本語ではただラだからそういう違うっていう意識があんまなくて、喋ってる時の口の形見て判断してる感じです。個人的にどういったところが今難しかったんですか？なんか日本ではあんまり R と L をこう違うんだよみたいなのあんま言わないから、なんとなく日本語に置き換えてラで認識しちゃってる感じはします。あんまり言わないってことは先生もあんまり言わないんですか？発音よりも日本は書いたりとか読んだりとかのそっちが多いから、あんま発音で気にしたことない。確かに。じゃあ先生は別に発音直したりとかはあんましない感じですかね？しないです。先生もそんなに上手じゃないからなあなあな感じです。じゃあ学校の先生の英語の発音は実は日本人っぽかった？全然日本人っぽいですね。結構いい感じに聞き取れたんですけど、L と R の発音どうやって分けて分かったんですか？舌をなんか巻いてる感じが R の方が溜めていってる感じが。自分でも言い分けますか？いやあんまり意識したことないです。じゃあ一緒にやってみましょう。まず light ライト right ライト。できました。ありがとうございます。L and R, you could see that it's not only a problem of pronouncing L and R right, it's also a problem of understanding L and R right. And that is because it is not used in the language. You always have to think that a language is something that is so engraved in your culture, into your daily life, that if it's very, very different, it's sometimes, especially those big differences that don't exist in your language, are harder to do. So for example, the TH sound is a big issue with many people who try to learn the English language. I remember in my German class, we had a class in which literally half of the class, we all just sat down and had to practice the TH sound. We had a really good teacher at the time. So we all were just like, the. We all just sat in class, literally all the students in that class, and we all just like this, there, then, that. And that's how we try to learn how to do the TH sound. And that's the same thing in Japan. You have to practice the L and the R sounds. And that's mentioned that it's the rolling of the tongue. If you don't roll the tongue, so that makes it a lot harder. For example, the T
sound as well, like in the same of Cathy, when I say my name in Japanese, didn't used to be a thing in Japan. So when older ladies try to say my name, they have problems with the T sound. So they will just use the te sound instead because that's what they're used to. So instead of calling me Cathy, they will call me Kate because the T sound is a rather new thing that has gone into the Japanese language now. Young people don't have a problem with that too recently. So that's the difference is L and R. So how is that with you? Is there any language you're learning? What is the real big difference of learning that language? Let us know in the comments down below. I hope you've already subscribed. If not, it would be lovely to have you on the team. We do quite a lot about Japanese culture and interview lovely Japanese people here on the streets of Tokyo. If you like that stuff, it would be lovely if you could subscribe. And if you've been with us for a while, don't forget to hit the like button on the way out. Makes a big change to us as YouTubers. Hope you enjoyed this video, and I'll catch you soon for more stuff on Ask Japanese. Bye!